兵庫県立横尾救急病院展は横尾さんの創作活動と肉体に着目した展覧会です。横尾さんは頭や心よりも肉体に結びついた感性とか直感、生理的なものを重視するアーティストなんですけれども、頭とか心っていうのは自分に対しても嘘をつく、けれども肉体っていうのは正直だ、だから自分自身私っていうものは肉体の方にあるっていうふうに考える横尾さんにとってですね、肉体というものは自分自身の肉体には強い関心を持ち続けています。で、今回はそんな横尾さんとの肉体と創作の関係を探るべくですね、さまざまな角度からアプローチしながら展覧会を構成しています。こちらは今回の展覧会のポスターのメインビジュアルにも使われた「思い出劇場」という作品です。で、劇場というタイトルがついてますけれども、舞台はですね山梨県で、横尾さんが石和温泉に旅行に行った時にですね、泊まった旅館で食べたご飯にアレルギーを起こしてしまって救急車で運ばれてしまったというエピソードが真ん中に描かれています。で、ここに載ってるのが横尾さんで、お隣で救急車を運転しているのは救急隊員ではなくて白髪の老人、この方は横尾さんが敬愛するアーティストのジョルジュ・デ・キリコというアーティストがなぜかこの救急車を運転しています。美術館を病院に見立てた本展では作品を6つの診療科に分けて展示をしています。第1章は小児科です。横尾さんの幼少時代の記憶に基づいた作品を展示しています。で、横尾さんはもともと未熟児で生まれて虚弱体質でもあったんですけれども、一方で子どもの頃は野山や川で遊び場にしながら自然の中を駆け巡って遊んでいたそうです。で、そういったですね肉体を通して体験した記憶っていうのは、例えば読書なんかで得た知識は片端から忘れてしまうのに対して、そういった記憶はもう忘れない、つまり肉体っていうのが頭に代わって自分の記憶装置になってくれたというふうに横尾さん自身語っているんですけれども、そうしたですね横尾さんがその肉体に信頼を置く態度の原料になった幼少時代の作品っていうのを今回展示しています。こちらの作品は横尾さんが国民学校に上がった年に友達が釣った鯉を見に行こうとして近所の川で足を滑らせて大怪我を負ってしまった。今ここに足が描かれてますけれども血が噴き出してます。で、その時にですね、お母さんに泣きながら帰っていったところ、お母さんが神棚にあった神様のお油という飛薬をですね横尾さんの足に塗ってどうぞこの子の足を治してやってくださいと神仏に祈ってそれで怪我を治してしまったというそういうエピソードに基づいた作品です。今回の展覧会では作品のキャプションがカルテ風にアレンジされています。作品のタイトルと簡単な解説、それからカルテでよく使われるスタンプが押してあります。こちらは横尾さんが中学生の時に隣の町で起こった殺人事件を題材にした作品です。被害者の家の庭で検視解剖が行われたそうで、その様子をですね横尾さんはむしろの隙間から覗き見していたそうです。ここに小さく中の様子を伺っているのが横尾さんです。第2章の外科では横尾さんがグラフィックデザイナーから画家に転向した80年代前半の作品を主に紹介しています。で、画家に転向する前の10年間横尾さんは自分の内面とか精神世界の探求に非常に傾倒していたんですけれども、画家になってからは一転してですね絵画制作における肉体性に意識を向け始めて、例えば森の中で裸体の人物にモデルをさせてパフォーマンスを行うようなそういった作品を制作しています。
裸のモデルを使った森の中でのパフォーマンスのシリーズ、その第1作目はですね、実は横尾さん自身がモデルになっています。真冬の富士の樹海の青木ヶ原で横尾さん自身が裸になってパフォーマンスを行いました。この口に手を当てて叫ぶポーズは横尾さんの子どもの頃からの憧れの存在のターザンを意識しています。ターザンが住んでいるのは文明社会から離れたジャングルの中で、そこで自らの野生や本能に忠実に生きるターザンの姿というのは横尾さんの理想像の一つでした。そうした憧れの存在であるターザンを横尾さんは作品の中にたくさん引用しています。こちらはボディービルダーのリサ・ライオンをモチーフにした作品です。でリサ・ライオンは84年に来日して以来横尾さんとさまざまなコラボレーションを行っています。でボディビルダーという両性具有的な魅力を持つリサに対して森でのパフォーマンスシリーズを手掛けていた横尾さんはリサにそのモデルをやってもらってたくさんのリサのシリーズを生み出していきました。このドローイングは西脇市岡ノ山美術館にある当番壁画という大きな壁画のですねための原画の修作の一部というふうに考えられています。第3章は眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科です。横尾さんの作品の中には目や口や鼻といったさまざまな感覚器官が象徴的に登場したりします。でそれらは視覚や味覚、聴覚といった五感を表現しているのと同時に横尾さんが観念とか言葉よりも肉体を通して認識したことを優先する、そういうあり方を示しているものとも考えられます。こちらの作品は29の瞳という作品です。29個の目に取り囲まれた青年はなぜか縮こまってうなだれています。でその下には小さくイナゴが描かれているんですけれども、対照的にこのイナゴはそんな状況を我関せずとばかりにですね交尾をしています。でこの印象的な目のモチーフというのはその後 JR 加古川線のラッピング電車のデザインに転用されたモチーフです。こちらは2004年に作られた JR 加古川線のラッピングカーのデザイン第1弾目のある電車のその名もみるみる速いというデザインになります。見ての通りですね、カラフルな四角形の間に目玉のモチーフがたくさん散りばめられていて、これが田んぼの中を走るとですねとても目立つんですけれども、それを見る人を今度は電車が見返すというですね見られるという関係の両義的な関係性っていうのが作品化されています。このデザインは4階のアーカイブルーム横の廊下、通称目玉廊下のデザインとしても使われています。こちらは2019年11月に当館で行われた公開制作で描かれた作品です。で横尾さん自身の横顔がシルエットとして描かれています。横尾さんは2015年に突発性難聴を患ってそれ以来耳が聞こえづらい状態になっているんですけれども、その難聴を患っている耳だけがですねこの中でリアルな色調でしかも大きく描かれています。
で、頭上にですね、こう伸びている曲線は、実は、お隣原田の森ギャラリーの、前の庭に植えられているプラタナスのシルエットを用いたものです。今回の、展覧会では、館内のさまざまな場所に、こうした、医療器具が散らばっています。これらは、県内の病院施設から不要になったものを譲り受けたものです。今回の展覧会は新型コロナウイルスをめぐる状況とくしくもリンクするような展覧会となってしまったんですけれども、こうした医療機関からの協力をなしには実現できなかった展覧会だと思います。ここにですね、改めて感謝の意を表したいと思います。こちらのお部屋は入院病棟になっています。横尾さんは自ら日替わり病気というほど毎日体のどこかが不調というようなそんな方なんですけれども、また病院好きでもありまして、異変を感じるとすぐに病院に駆け込んで検査や入退院をたくさん繰り返してきました。で一方でですね、大小さまざまな病気も経験されていて、喘息、不眠、骨折、帯状疱疹、顔面神経麻痺とかですね、さまざまな病気も経験されていて、人生病気とともに付き合ってきたようなそんな経歴の持ち主でもあります。で、ここではですね、そんな病気にまつわる横尾さんの作品を紹介しています。横尾さんにとって病気というのは必ずしもネガティブなものではなくて人生の転機を与えてくれるきっかけになるものでもありました。1970年に横尾さんはタクシーの追突事故に遭ってむち打ち症になって入院を余儀なくされるんですけれども、その時にですね、それまで非常に多忙でだった横尾さんの生活がその入院によって途絶えてしまった。それを契機にですね、横尾さんは休業宣言をして一切の仕事をリセットするというそういうことを行っています。で、こちらの作品はその70年の入院の後にですね、実はその原因不明の足の痛みに襲われて同じ年に再入院してしまうんですけれども、その再入院の前日に撮られた写真をもとに描かれた作品です。で、この時横尾さんは入院中に動脈血栓を疑われてお医者さんから足の切断をほのめかされてしまうんですけれども、なんとかですね友人の紹介で鍼灸アンマーの治療を受けて切断を免れたという経緯があります。こちらは横尾さんの入院中に描かれた作品です。で、横尾さんは、タマという猫を飼っていたんですけれども、2014年に、タマが、亡くなってから、そのタマを偲んで「タマ帰っておいで」というシリーズを描き続けているんですけれども、その中の5点になります。で、この時ですね、入院してた横尾さんは、タマの絵の中に入院中のさまざまな記録を残しています。食事の時に出される食事の内容が書かれた紙ですとか、点滴のスケッチですとか、薬の袋なんかが、作品の中にコラージュされています。横尾さんは40年以上にわたって日記を書き続けています。その中には日々の体調の変化や体温変化、胃カメラの写真、血液検査の結果表などが貼り付けられていて、横尾さんの自分の肉体に対する関心の高さというのが伺えます。80歳を超えた横尾さんにとって老いというのは欠かせない現在の欠かせないトピックです。で、第5章では老年病化と題しまして2017年以降の金作を紹介しています。こちらの2つの作品は、どちらも、オブジェによって顔の一部が、隠された女性が登場します。このシリーズは2017年から18年にかけて描かれた一連の謎の女というシリーズなんですけれども、この2つの作品ではどちらもその中に点滴が登場しています。
で点滴というのは、病院好きの横尾さんにとっては、おなじみの医療器具なんですけれども、一方で、横尾さんの体内にインスピレーションを取り入れるための装置というふうにも、語られています。でそのインスピレーションの源というのは横尾さんの故郷です。で故郷というのは、病気の時の点滴のようなものだというふうに横尾さんは語っています。この作品は、皇居の二重橋を背景に、記念撮影をする集団が描かれています。で、ただこの集団ではですね、真ん中に女優の原節子、それから、手前には、ターザン、そしてここには横尾さんの夢の中に出てきた、古代メソポタミアの王様のギルガメシュ、それから、子どもの頃の横尾さん、その隣にはですね死んだ愛猫のタマが描かれるなど異なる時代場所に属するさまざまな人々が集合しています。でこのモヤモヤっとした細部を省いたような曖昧なタッチっていうのは近年の横尾さんの作品の特徴でして、難聴や視力の低下、それから指先の手指の関節の痛みなど老齢に伴う肉体のリアリティのようなものが反映されています。2015年の突発性難聴をはじめとして飛蚊症などの視力の低下、あるいは指先の関節の痛みなど老いに伴う肉体の変化というのが横尾さんの実生活や創作にも影響を及ぼしています。でしかし横尾さんはですねそうした肉体の変化もそのまま受け入れてある種完璧を目指さないちょっと不真面目で未完成、そういったものがある種の横尾さんの現在の一つの在り方として新しい試みとして行われています。第6章スポーツ外来はスポーツにまつわる作品を集めた小コーナーです。画家を肉体労働者だと考える横尾さんにとってスポーツ選手っていうのも関心の的でした。この展覧会の調査にあたってまず一番最初にしたことが横尾さんの日記や著作から病気の記録を洗い出すことでした。ここに挙げているのは実はその一部に過ぎないんですけれども、それだけでも部屋の端から端まで埋まってしまうほどの量で横尾さんがバラエティに富んだ病歴の持ち主であるということがよくわかります。